皆さんこんにちは、ときまるです。今日は SNS をやめたら増えた3つのことというテーマでお話をしていきます。最近集中力が落ちたと感じている人、一冊の本や映画を最後まで見ることができない人は最後まで見てください。カール・ニューポートはデジタルミニマリズムの中で SNS は価値最大化のための道具であって30日間のデジタルデトックスを用いて自分が必要な SNS だけに厳選することを書きました。カール・ニューポートはSNS をやめれば必ず幸せになるとは言ってません。自分にとって価値を生まない SNS を外して深い仕事と高品質な余暇に置き換えるという設計を提唱しました。つまり全ての SNS が悪いというわけではなくて、使うプラットフォームというのはそれぞれによって違います。問題なのは今巷に氾濫している SNS すべてに手をつけて常時接続してしまって思考の余白が消えてその結果として浅い考えしか残らないという状態が問題であります。それは孤独欠乏と呼ばれて SNS はこの欠乏状態を悪化させやすいとされています。結論を言えば SNS を手放して空いた時間というのは高品質な余暇とか深い仕事に充てることができます。高品質な余暇は手や身体、そして頭を使うような自分自身の体を使った創作とかクラフト、物を作ることとか、運動などに置き換えられます。空いた時間で深い仕事、つまりディープワークの量を増やすことができれば、仕事そのものの総量と質量が増えて、深い集中力が短期間で成果をもたらすようになります。それは結果的に作品のクオリティとか収入につながっていきます。まず私がやったことは、このチャンネルでも何度か話していますが、今年の3月に入り、Twitter とTikTok、そしてスレッズ、そして LinkedIn、そして Linktree、そういう風なアカウントをすべて削除しました。現在残している SNS は Instagram だけで、これは告知用、私の連絡網として使っています。そして私の Instagram はフォローしていただいても、あなたのタイムラインを汚さないように注意しています。そして最近では、フォローするだけで勝手に物が減るという、スピリチュアルなアカウントとして認知を広めています。もう一つ残したのはこの YouTube というプラットフォームです。YouTube は厳密には SNS ではありませんが、自分自身の思考や制作のプラットフォームとして使用しています。基本的にスマートフォンや PC の通知は全てオフにしていて、Instagram も自分が告知をするときとか旅に出るとき以外はスマホから削除するようにしています。そして空いた時間で執筆、撮影、編集、そういう風な仕事を行いながら、ヨガの練習とか、ランニングとか、ハイキングに時間を当てています。それが冒頭に話したニューポート的な高品質な余暇ということになるでしょう。まず SNS を手放して手に入れたことの一つが集中力です。SNS から切断されると、孤独の欠乏が解消されて、思考の深さが戻ったような感覚を得られました。そして執筆や編集の集中持続時間が伸びました。最近のルーティンとしては5時前に起きて5時から5時間10時か11時ぐらいまで執筆をします。もちろんその間にお腹が空くので立ってコーヒーを作ったりとか軽食を取ったりします。そういうものを休憩に使いながらそれ以外は集中して執筆を行うということをやっています。でも最初はやっぱり起きてからすぐ SNS のメッセージをチェックするとか何か連絡が来ていないかなっていうところでメールをチェックしたりとかそういうことをやっていました。なかなか今のルーティーンに慣れるまでは大変でしたが一度それができてしまうと心地よさとその集中力の良さが芽生えてきて自然と SNS を使う時間が減っていきました。二つ目に増えたことは収入です。SNS を手放した時間でディープワークつまり自分の深い仕事に集中する時間を増やすことができました。このチャンネルでは皆さんに馬鹿げた動画とか低品質な動画をたくさん見せて申し訳ないのですが、これでもし私が SNS をしまくっていたら、動画のクオリティは多分もっと落ちていたことでしょう。動画の撮影や編集にかける時間が増えたこと、そして投稿の本数が増えたことによって、自分の YouTube の収益はずっと右肩上がりです。もちろんそれはいつもご覧いただいている皆さんのおかげです。ただ、もし私が3月頃に消したアカウントを全て持っていて、その SNS にかける時間が多かったなら、ここまで動画を作ることはできてないかもしれません。そして SNS を手放した時期に自分がもう一つ注力したことは、発信する基盤自体を集中力を削ぐものではなくて、集中して発信できる基盤に置き換えることでした。そしてできたのがときまるコアメンバーシップです。YouTube のアイデアとか、自分が今書いている本のアイデアとか、そのようなものは朝のディープワーク、
く自分の集中した仕事のルーティンによって生み出されているのですが、メンバーシップではその過程とかオリジナルとなっている原稿を共有することによって、同じように発信とかミニマリズムとか創作に取り組んでいる人たちに価値を与えて、自分自身の創作も同時に行うということをやっています。増えたこと3つ目は時間です。一つの SNS を使う時間が短くても、その SNS を2個、3個、4個と持っていると、それぞれのスクリーンタイムは膨大なものになります。僕自身も SNS をやっていた時は、1日60分とか90分とか、そういう時間を SNS のスクロールに使っていたと思います。それは週にならすと7時間とか10時間にも及びます。隙間時間に行う小さな積み重ねが大きな時間になるのです。もし週に7時間を生み出すことができれば、その時間でトレーニングだったり、撮影ロケを組んだりとか、読書をしたり、読書ノートを書いたりできます。小説をいつか書こうとか、映画をいつか撮りたいとか思っている人は、その時間で今週からそれを作れる時間を取れるのです。それほどに SNS を使う小さな時間の集積というものは、かなり大きなものになると思っています。運動に関しても僕はだいたいランニングかヨガか筋トレをやっているんですけど、その運動の時間をしっかり取ることができるようになってから、一日の満足度が非常に上がりました。そして運動をすると、夜ぐっすり眠れるようになるので、一日経てば体力が回復します。そしてエネルギーが回復した状態で次の日も制作や創作に打ち込めるのです。これがものすごくいい循環を作っていると思います。一度はデジタルデトックスとか SNS 断捨離をしたけども、またリバウンドしたという人は結構多いと思います。ミニマリズムの観点からそれを続けるコツとしては、例えば何かの SNS を使っている人は投稿を自動化してバッチ処理にするとか、スマホではアプリを触らずに PC だけで操作するとか、そういう方法が考えられます。私もインスタグラムをスマホから削除することが多いのですが、PC のブラウザからも結構使うことができます。なので1日の中のメールをチェックする時間なんかに合わせて、SNS、インスタグラムの DM をチェックするという風な習慣にすれば、アカウント上のコミュニケーションを犠牲にすることなく、AI で作られた無限スクロールするような投稿を見らずに自分のやることに集中できます。最後に SNS を手放して気づいたことは、SNS をやめても情報は取りに行けるということです。よく Twitter、X を消してしまったら自分は情報を取りに行けないと思う人がいます。もちろん X はニッチな情報とか、その個人の人が発言する情報を素早く取りに行くには適したツールだと思います。ただそれがなくても実際に困ることはほとんどありません。むしろその情報を取りに行くまでに不必要な情報まで入ってきて、スクロール時間が長くなる。そしてストレスが溜まるという弊害の方が大きいです。そして情報は受動的に得るのではなくて、その都度必要な時に自分で取りに行く。その方が早くて的確な情報を得られることが多いです。大切なのは自分の価値観で選んでいくことだと思います。そういうわけで今日は SNS をやめたら増えた3つのことについて話してきました。最近集中力が落ちている人やストレスが溜まっている人はできるところからトライしてみてください。メンバーシップでは自分の経験に基づいたミニマリズムと創作のアイデアを発信しています。よろしければ概要欄からチェックしてみてください。そして毎週土曜日には近況報告と深掘り記事のサマリーをまとめたニュースレターを発行しています。そちらは無料で読めますのでぜひ購読してみてください。今回話したような SNS 断捨離をして生み出された時間から私が集中して書いています。ときまリストになるためのスターターパックが特典としてついてきます。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。そしてまた次もこの何もないホワイトボックスに遊びに来てください。皆さんの SNS をやめて良かったこともよろしければコメントで教えてください。それではまた次回の放送で。バイバイ。